여러분, 안녕하세요. 재미코리아 한국어 교실입니다. 今回は漢字で学ぶ韓国語をご紹介いたします。突然ですが皆さん、韓国も昔漢字が使われてたって知ってましたか？その昔、日本と同様中国から漢字が伝わり、日本よりもはるか昔、紀元前2世紀頃から朝鮮半島では漢字が使われていたそうです。一方日本は5、6世紀、古墳時代から漢字が使われ始めたそうです。今回ご紹介する漢字は、きです。日本特有の読み方、訓読みは、息というのに対し、朝鮮固有の単語、固有語は、気運と言います。一方、中国の漢字に基づく日本語の音読みは、きに対し、韓国語の漢字語は、きと言います。きで学習していきましょう。では、木の漢字が入った単語を考えてみましょう。気分、気象、空気、人気などの単語があります。気の漢字の韓国語は義なので、あとは残りの漢字の韓国語がわかれば単語を完成させることができます。気分の分の漢字は分なので、気分は気分となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。気分、気分、気分。そして、気象の象の漢字は山なので、気象は気山となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。気山、気山、気山。そして、空気の空の漢字は言なので、空気は根気となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。根気、根気、根気。そして、人気の人の漢字は陰なので、人気は陰気となります。では皆さん、3回続けて言ってみましょう。陰気、陰気、陰気。中級以上の方はしりとり、群馬リッキをやってみましょう。最初、日本語の漢字でしりとりを考えます。気分、分野、野外、外出、出勤、勤務と考えたとします。漢字が同じであれば、韓国語も同じなので、該当する韓国語を当てはめていきましょう。気分、分野、野외、외 출、 출근、 근무。このように日本人の特性を生かして芋づる式に単語を増やしましょう。今回のレッスンはここまで。ご視聴後のご感想、ご意見、韓国語学習時のご質問など、
お気軽にコメント欄にどしどしご記入ください。ご要望の多い事項から特集にてご紹介させていただきます。皆さんのたくさんのコメントお待ちしております。最後にいいねとチャンネル登録を。잘 부탁드립니다。チェミコリアン韓国語教室でした。